それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。近未来に推し様との間に起こる嬉しいこと、また推し様が今抱いているあなたへの印象を出していきます。よろしくお願いします。はい、では1番をお選びいただいた方、こちらはラシャというアーティストのカードです。そしてオラクルカードでもう近々起こる嬉しい出来事やメッセージというのももらっています。加えてタロットで見ていきます。はい、ではこちらで見ていきます。まずカードなんですが、カップの5番、ペンタクル6番、ペンタクルエース、ソードの3番、ソードのナイト、ワンドのページ、ペンタクル5番です。はい、これを見ていると今のあなたが推し活において悩みを抱えていたり、心がちょっと痛いなとか悲しいなと思うような今現在の現状っていうのが出てくるんですね。期待していた通りにならなかったとか、そうですね、思い描いている通りになっていない現実とか現状の苦しさ、厳しさっていうのをあなたの方から感じるんです。ただこれから先の近未来、嬉しい出来事、受け取る嬉しいことがありそうなんですね。これらも踏まえてオラクルカードも合わせて見ていきましょう。近々起こる嬉しい出来事からまず読み解いていきます。まずは、オラクルカードはカムフラージュのカードと大胆というカードです。そうですね、あと1枚タロットカードを出していこうかなと思うんですね。今抱えているお悩みとか、苦しさ、それは例えばお日様に会うチャンスを逃してしまったとか、あなたにとっては思い通りにいかなかったことっていうのが最近あったと思うんですが、そこから抜け出すタイミングがやってきてるよというふうに言われています。そしてペンタクル5番、ソードの3番も出てるので、あなたの方で心身のバランスが崩れていたとか、最近までね、ちょっと体調悪かったんだとかっていう方もいたかもしれません。だとしたら体調が回復して、また元気に推し活ができるとか、そうですね、他にはやっぱり待っていたものが届かないっていうのがちょっとあるかなと思いました。例えばそのグッズを申し込んだんだけど、それが届くまでに時間がかかって思った通りに物が運んでいかない、届いてこないっていうようなことかもしれないですね。あとはお日様からのコメントが来ないとかね、返信が来ないとか、そういうことも感じられます。ではこちらのタロットカードも1枚追加でもらっていきましょう。女司祭のカードです。はい、自分の内面を見つめたりとか、自分が信じるものって何、自分がお日様に対して思い抱いていることとかは何っていうことを問われているようにも感じます。理想と現実のギャップっていうのも感じますね。ただあなたとお日様の未来には特別な出来事が待っていそうです。ただしそれはただ待っていれば訪れるものということではなくて、あなた自身の選択と行動によって大きく変わっていくかなと思いました。近未来に起こる嬉しい出来事というのが、幸運をゲットする、受け取ることができるよっていうふうに言われていますから、あなたの恋愛運が大きく動く時がやってきそうです。今までお日様にどう思われているかを気にしすぎていて、自分自身の本心を隠したり慎重になりすぎたりしていたのではないでしょうか。繊細な心っていうのが入ってきます。ですが近い未来、あなたは大胆な選択をすることで新しい展開を迎えることになるでしょう。大胆さというカードが入っています。しかし重要なのはこちらのカムフラージュのカードです。自分をよく見せようとするあまり、本当の自分の気持ちや素の魅力を隠してしまうと、せっかくのチャンスを逃しやすくなってしまいます。はい、カムフラージュ、ごまかしたりせずありのままの自分を見せていくこと、そしてお日様と心を通わせていくために、偽りの自分ではなくてありのままのあなたで向き合うことが鍵となっていきます。大胆に、そして誠実に行動することで、あなたの恋愛運は大きく上昇していくと思います。
では次にお日様から見たあなたの印象について、こちらもオラクル加えていきながら見ていこうと思います。それはですね、こちらのデイリーリチュアルオラクルから出しています。はい、こちらですね。そしてあなたはもともとその信じる気持ちだったりとか、自分はこう思ったらこう進んでいきたいんだっていうその強い気持ちですよねが本当は魅力としてあるんですけど、それが今うまく発揮できていない状況なのかなと思うんですね。で、お日様の方であなたのところに嬉しいギフトを届けに行くよっていうソードのナイトのカードも出ているから、スピードよくテンポよくやってくると思います。それはあなたにとって待ちわびていたものだと思います。コメントにいいねがついたりとか、返信が来るとか DM が来るとか、そういうことだと思います。あとはライブに当選してお日様の近くに行けるとか、そういうこともありますね。幸運をゲットできるとか、あとは循環も良くなっていく、調和していくってことなので、がっかりしていたこととかうまくいかなかったこと、変化について自分で対応しきれなかったことや思い通りにいかなかったことが今度からは循環されて自分のところにも返ってくるんだよっていうふうにも言われています。では、長くなりましたが、お日様から見たあなたの魅力っていうことで、これアウローラっていう女神のカードが入ってるんですね。アウローラというのは夜明けを告げる神秘的な女神のことです。アウローラというのは希望の象徴であって、新しい始まりをもたらすエネルギーも表しています。夜明けの女神なので、新しい始まりをもたらすと言われていますね。そしてお日様はあなたのことをそのアウローラ、女神のような存在だと思っているようです。推しはあなたのポジティブなところや明るさ、優しさをしっかりと見ています。たとえあなたが私なんてと思っていたとしても、推しにとっては出会えてよかったと思えるほどの魅力を持っているんです。そして推しは同時にあなたが自分の可能性を狭めてしまっていることにも気がついています。もっと自信を持って自分自身を信じることで、あなたの輝きはさらに増していきます。推しが求めているのは完璧なあなたではなくて、自然体で輝いているあなたなのです。はい、このアウローラも後ろに夜明けの太陽が昇っていて、まさに今から輝き始めるということを表しているので、あなたの輝きや眠っている才能をお日様が見抜いていたりするかもしれないですし、それほどあなたが魅力を持った人なんだっていうことを感じてくださっているんじゃないかなと思うんですね。優しい色合いなので、やっぱりあなたからもたらされる優しさとかが十分にお日様に届いていると思います。こちらのアウローラのカードもいいですね。そしてこちらから、ラッキーカラーとラッキーナンバー、そしてお日様があなたに伝えたいことっていうのも、こちらから出していこうと思います。今この輝く才能や個性、魅力っていうのがあるんですが、今うまく発揮できていないのかなっていうのは感じます。はい、見ていきましょう。ラッキーナンバーは10で、あとこちらがクオンタムクワトロシリカ、幸せの循環というカード。こちらからもラッキーカラーをもらっていきます。まずお日様があなたに伝えたいことというのがこの幸せの循環です。あなたはこれまでたくさんの人に優しさや愛情を注いできました。しかしその優しさを自分も受け取っていいと思えていないのではないでしょうか。例えば誰かに褒められた時に、そんなことないよと謙遜しすぎたり、私なんてまだまだと遠慮してしまったりしていませんか。推しはあなたも幸せを受け取る権利があると伝えたいのです。愛は一方的に与えるだけではなくて、受け取ることで本当の意味を持ちます。ありがとうと素直に受け取ることで、あなたの心はもっと満たされて、恋愛運も大きく上昇していくでしょう。もし推しからの愛や応援を私なんかが受け取ってもいいのと思ってしまうなら、もうその考えを手放していきましょう。あなたは十分に魅力的で愛される価値のある人なんです。ラッキーカラーは水色です。水色は冷静さと心の解放を象徴する色です。心がざわついた時や自信をなくしそうになった時は、青空を見上げたり水色のアイテムを身につけてみましょう。それがあなたの心を落ち着かせて正しい方向へと導いてくれるでしょう。ラッキーナンバーは10番です。10というのは新しいサイクルの始まりを意味しています。
これは今までの考え方や習慣を変えるタイミングが来ていることを示しています。あなたの恋愛は今まさに新しいステージへ進む準備が整っているということ。この10という数字を目にしたとき、変化を恐れずに進んでいいんだと思ってください。はい、というね、幸せの循環、これをお日様が伝えたい。幸せっていうのは循環されていくんだ。それは目に見える形、お金とか文字かもしれないし、目に見えない形、気持ちやオーラ、波動とか感謝のこのありますよね。この情熱だったり優しさとか、あったかいなって思う気持ちが伝染してくることってありませんか？お日様の発した言葉に対して自分が受け取るものってありますよね。目には見えないんだけど感じる気持ち、湧き上がってくる思いって、そういうのも全て循環していってもいいって、あなたがどこかね、この完璧じゃなきゃいけないとか、良い自分を見せたいなとか、まだまだ自分は足りないっていうふうに思いすぎているだけで、そうではなくてそのままで受け取るだけでいいんだよっていうふうにお日様からのメッセージで入っています。迷わないでとか戸惑わないでって、そのまま素直にありがとうって、それだけで十分伝わるものがあるんだよっていうふうに教えてきてくれています。あなたはあなたのままでいいっていうね、アウローラ、夜明けの輝き、女神のカードや、そして女司祭のカードも伝えています。自分の心を信じてって。そしてメンタルが不調になりやすい時が多分訪れると思うんですね。何度も今まであったと思うんですよ。それがそのメンタル回復っていうのがここのカードで出てきているので、一旦そのメンタルの見直しといいますか、浄化のワークを行って心を落ち着かせるっていうことがいいかもしれません。ではお選びいただいたこちらのオラクルカードからメッセージをもらっていきます。これは自尊心というメッセージです。あなたはありのままで素晴らしい存在です。推しにふさわしい自分にならなきゃと強く思っていませんか？でも推しが好きなのは頑張りすぎるあなたではなくて、自然体で輝いているあなたです。周りと比べたり自分を過小評価するのはもうやめましょう。あなたにはあなたにしかない魅力があって、推しもそれをちゃんと分かっています。私は私のままで十分価値がある。そう信じることができたとき、あなたの恋愛運も大きく花開いていき、そして嬉しい未来を受け取ることができます。あなたの恋愛はこれから大きな変化の瞬間を迎えます。ただしその変化を受け入れるには自分を偽らずに素直に行動することが大切になってきます。推しはあなたのことを希望の光のような存在だと思っています。あなたがもっと自分に自信を持ち、幸せを素直に受け取っていくことで、恋の運命は大きく動き出していきます。自分を信じて勇気を持って踏み出してみてください。その先にはあなたが願っていた未来がきっと待っているはずです。今回は推しシリーズ、お日様との間に近未来訪れる嬉しいこと、そしてお日様が今抱いているあなたへの印象と、お日様が今伝えたいことをお伝えしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。近未来に起こる推し様との間に起こる嬉しい出来事、そして推し様が抱いているあなたへの印象と、推し様が今伝えたいメッセージをお伝えしていきます。2番のお選びいただいた方、こちらはリアーナのカードです。はい、では、タロットカードを使って見ていきます。はい、ではこのカードで見ていきます。素晴らしい流れがやってきてるなというふうに思います。お日様からの嬉しいお声掛けとか接近、急接近っていうのを感じるんですね。そしてすごく嬉しいって、それがあなたにとっての嬉しいことなので、
まさかって思うぐらいのすごいビッグニュースかもしれないです。お日様が自分に連絡をくれるとか DM くれる、メッセージをくれるとか、それはそのプライベートな関係ではなくて公かもしれないんですよ。だけど自分のことをちゃんと認知してくれてるんだなとか、特別な感じで見てくれてるんだなとかね、名前を呼んでもらえるとか、目線があってもう何十秒も見つめ合うとか、ファンサをもらうとか、なんか自分だけ特別なんじゃないかっていう風に思えるような、そんな嬉しいことが起こると思います。中にはこのばったり会えちゃうよとか、そうプライベートでばったり会っちゃうとかね、そういう方もいるかもしれないです。そしてプライベートでもし会った場合っていうのは、そのお日様が話しかけてくれたりとかする場合以外は遠くでちょっとそっとね、お日様の様子っていうのを見守っていた方がいいのではないかなとは思うんですね。なんかプライベートで会ってガンガン攻めていくというよりは、ちょっと優しくね、遠くで見ていて、プライベートなんだなっていう風な感じで配慮するといいのではないかと思うんですけど、でもね、そのお日様がもし話しかけてきた場合はもう積極的に自分からこう話しかけていっても、絡んでいってもいいんじゃないかっていうのも出てきています。このあたりはバランス見ながらやってねっていう風に入っているので、積極的に動いたりとか、ちょっと引いて遠くから見ていたりとかするのも、どっちもバランスよくやってねっていうメッセージは入ってきています。そしてお日様が近づいてくるっていうのがとにかく入ってくるので、そうですね、距離が近くなるとか、ライブで当たってね、その当たった会場の席がすごく近かったとか、そういう嬉しいことかもしれないし、いつもライブ落選していたんだけど今回当たったってね、そういうあなたにとっては嬉しい出来事かもしれない。いろんなその活動者様を推している方々だと思いますので、ね、その中には俳優さんだったりとか、歌手の方だったりとか、小説家さんとかね、幅広く対象がいらっしゃいますから、そのお日様とあなたの関係性において一歩前進とか、一歩というか2歩も3歩もね前進するような嬉しい出来事っていうのがありそうだと思います。ただね、注意ポイントっていうのもありますから、ここも押さえてね見ていきましょう。まず近々訪れる嬉しい出来事ということで、オラクルカードを先に引かせていただいています。それがこののんきっていうカードが一番最初に出て、このシャドウキャットののんきっていうのはすごく楽観的に今あなたがいるよっていうことを表してるんですけど、ただ背景的には黒い雲がかかってきているんですね。なので何かが接近してきているっていうことを伝えてきてくれてるんです。じゃあそれの補足なんだろうなっていう風に引いた時に、ここに痩せ我慢っていうカードが出てきたんですね。本当は欲しいのに欲しいって言わなきゃダメよっていう風に出てきてるんです。これもこののんきと合わせて組み合わせて読み解いていこうかなと思っています。そしてあとは大切な思い出っていうカードも出ています。エーデルワイスなので、お日様との間にすごく嬉しい、楽しい、優しい、そんな思い出が作れる近未来だと思います。タロットとオラクルカードから読み解いていきます。近未来に起こる嬉しい出来事。そうですね、あなたの近未来にはまず隠していた気持ちが明るみに出ることによって愛が動き出す瞬間が訪れるんじゃないかなと思いました。太陽のカードも前進していくっていうことだし、ワンドの8もスピード感があって急展開、そしてワールドのカードも一つに融合するということ、一つ完成するっていうことで、あなたが自分の成功を願って動いていったから物事はトントン拍子に進んでいき、一つ完成するんだよっていうことが言われているんですよ。積極的に動くこと、後ろを振り返らないっていうことなので、この今あなたが隠していたことを明るみに出すことによって動き出していく、そんな嬉しい出来事、変化だと思います。そしてその予兆となる出来事っていうのがまず訪れます。ここで教えてきてくれているので、一つは大きな変化が近づいている。今のあなたは何とかなると楽観的に過ごしているのかもしれません。しかし実はあなたが気がつかないところで運命の歯車が動いています。何気ない日常の中にこれから訪れる特別な出来事のヒントが隠されています。2つ目は強がりやプライドを手放すことで本音の愛に気づく。あなたは普段好き、恋愛感情っていうことを推しに死なれたくないとか強がっているという気持ちが実はねあって、
それが本当の好きっていう本心を隠してしまってるんじゃないかなっていうふうに思いました。でも近い未来で起こる出来事、嬉しい出来事によって、その自分が蓋をしてしまっていることがちゃんとお日様に伝わる、好きですって伝えることによって、もう気持ち隠さないってことを決めることによって、その自分の本当の気持ちや愛情に気がつくことができる。今蓋をしているその蓋を取り除きましょう。そうするとこの嬉しい未来、近未来っていうのがよりクリアに見えてくると思います。そして3つ目です。過去の思い出が今と未来をつなぐ鍵となる。忘れられない記憶、懐かしい感情、そんなものが突然あなたの前に現れるでしょう。思いもよらない形で。過去に関わりのあった人や出来事が今現在と未来をつなぐ重要な役割を果たす。前に関わりのあった人がまた再び現れた瞬間、そのタイミングであなたの未来が変わっていくタイミングなんだ、予兆なんだっていう風に捉えてください。なんかふと昔の思い出が蘇ってくるとか、推しの配信で推しが昔自分と絡んだ時のこととか、昔自分が行ったライブの時の話をするとかね、そういうきっかけで訪れてくると思います。そして近未来の展開です。その何気なく手に取った本や映画、音楽があなたの気持ちを大きく動かしていきます。また予想していなかった人との再会、あるいは新しい出会いも訪れるかもしれません。そんな出来事から推しや憧れの人と何らかの形で心がつながる瞬間を経験するのかもしれない。こうした出来事をきっかけにあなたは本当に大切なものに気づき、素直にそれを受け入れる準備が整っていくでしょう。そしてその瞬間にあなたと推しとの関係が進展していきます。素晴らしい流れで進展があるんじゃないかなと思います。もう隠さないでっていうことも言われてるんですね。隠しちゃうとこの黒い雲がねどんどん入ってきちゃうので、逆に隠さないで我慢しない方が、この黒い雲がさっとなくなっていって明るい太陽が差し込んでくるんじゃないかなっていう流れです。はい、あとは今ポジティブになっている気持ちがある一方で気持ちを隠しているっていうのも出てきているので、このあたりをね今自分の心で照らし合わせてみてください。推し活すごい楽しいと思ってるんだけど、本当はこのガチ恋というんですか、恋愛感情を持っていることって良くないことなのかなっていうふうにどこかね思っていたり引いていたりするのかもしれないけど、いやそんなことないよって抑えないでねっていうことも言われています。ではこちらのデイリーリチュアルオラクルよりお日様が感じるあなたの魅力について1枚もらっていきます。はい、これは勇気というカードですね。お日様はあなたのことを勇気がある人とか本当はとても強い人だと感じているようです。あなたは時々自分に自信がなくなってしまったり不安になったりすることがあるのかもしれません。そうですね、月のカードなんか見えないモヤモヤとかね抱えていたりするかもしれない。でもお日様は知っています。あなたがどんなに苦しい状況でも諦めずに進んできたこと、失敗や怖さを乗り越えながら何度も挑戦してきたこと、誰よりも優しくって誰よりもまっすぐな心を持っているということ。勇気は大きな決断をするときだけに必要なものではない。日々の小さな一歩を踏み出すこと自体が勇気の証なんだ。お日様はあなたがこれまで選んできた道すべてを素晴らしいと思っています。たとえあなたが自分を弱いと感じることがあっても、お日様から見ればとっても強くてかっこいい人として映っています。はい、今まで推し活を続けてきて揺らいできたこととか、このままでいいのかなって思ってきたこと、そういうことも全部あなたは経験して、それでも進んできましたよねって、その道のりをお日様は素晴らしいというふうに思ってくださっています。いろんな困難も苦難もあったかもしれない。でもそれはあなたが乗り越えてきたんだっていう、その長く推していますよっていうことも現れているんじゃないかなと思います。ではお日様があなたに伝えたいことっていうのは何なのかなっていうのを、タロットそしてオラクルと合わせて見ていきましょう。でもね、太陽やワールドのカードも入ってますし、力のカードも入ってるので、お日様と近づく瞬間が近未来やってくるんじゃないかなっていうのはあります。はい、まずはモルガナイト、愛される喜びです。
トランプからはラッキーナンバーです。1番のカードです。そうですね、あなたが掴み取っていく未来っていうのがもうすでにここで見えますので、近未来間もなく近いうちにということで、あなたとお日様の間で嬉しい出来事、急接近急展開があるんじゃないかなと思います。ではまずお日様があなたに伝えたいことというのはこちらですね。愛される喜び、あなたはそのままで愛される存在なんだよということ。あなたがどんな自分であっても愛されるに値する存在だというふうにお日様は伝えたいと思っています。もっと自分のことを好きになってほしい、自分自身、あなた自身のことを。あなたはつい自分の足りないところばかり気にしてしまうのかもしれません。でも推しはあなたがどんな時も誰かを思いやる優しさや夢を追いかける姿勢を持っていることを示しています。あなたはつい自分の足りないところばかり気にしてしまうのかもしれません。でも推しはあなたがどんな時も誰かを思いやる優しさや夢を追いかける姿勢を持っていることを知っています。あなたはもう十分すごいんだよ。何かを成し遂げたから愛されるのではなく、ただそこに存在するだけで愛される存在なのだと推しは確信しています。無理をしなくてもちゃんと愛はそこにある。もしあなたが私は愛される価値があるのかなと不安に思うことがあるんだったら、推しはそう言うでしょう。無理をしなくてもちゃんと愛があるよっていうことを。そんなことを考えなくてもいいんだよ。ただそこにいてくれるだけで私は嬉しいからと。また推しはあなたに愛し愛される喜びをもっと感じてほしいと願っています。あなたが愛を受け入れる準備ができた時、素晴らしい恋の奇跡が起こるでしょう。ラッキーカラーはピンクです。この色は愛と癒しを象徴する色です。あなたの魅力を高め、愛を引き寄せる力を持っています。ぜひピンク色やピンクの小物を取り入れてみてください。そしてあと1ですね。ラッキーナンバーが1番なので、1にまつわる日や時間を意識することで恋のチャンスが訪れやすくなるでしょう。この、ラッキーナンバーやラッキーカラーも参考にしてください。ではお選びいただいたリアーナ選択肢のカードからのメッセージです。これはあなたは気がつかないうちに多くの人に影響を与えているんですよということを伝えてきてくれています。あなたは自分の価値を過小評価しているのかもしれません。でも推しも周りの人もあなたが持っている力や影響力をしっかり感じ取っています。あなたはすでに愛される準備ができています。誰かと比べる必要はありません。あなたのままで十分に素敵なのです。そしてもっと自信を持って前を向いていきましょう。今あなたがどんな状況にいたとしても、あなたの存在はとっても大きな意味を持っています。推しはあなたの幸せを心から願っています。そしてその幸せはもうすぐあなたの元にやってきます。さあ自信を持って進んでみましょう。あなたの未来にはきっと素敵な愛が待っています。こちらが選択肢からのメッセージ。今自分の閉じ込めていた思いを明るみ外に出していくとき、明るい光を浴びて目いっぱい推しに好きだよって、垣根を越えて好きだよっていう気持ちを伝えていきましょう。そこにはごまかしは必要ありません。はい、ということで、今回は推し活シリーズ、近未来に起こるお日様との嬉しい出来事やお日様があなたに持っている印象、お日様が今伝えたいメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推し活シリーズです。近未来に起こる嬉しい出来事、そしてお日様が抱いているあなたへの印象、そしてお日様が伝えたいことをメッセージとしてお伝えしていきます。3番をお選びいただいた方、こちらはケシャドールというアーティストのカードです。はい、ではタロットカードを出して見ていきます。
はい、それではこちらから見ていきます。まずカードはペンタクル6番ソードのエース、ペンタクルキング、ワンドの3番ジャスティス、そしてペンタクルの4番にワンドのクイーンです。近々嬉しいことがあるんじゃないかなと思いました。それはあなたにとっての心の豊かさイコール目に見える豊かさにつながってくるんじゃないかなと思うんです。心が安定しているから生活も安定するとか、仕事に張りが出てくる、生活が潤うとか、あと推しのグッズに囲まれて部屋で過ごすことによって心が満たされたりとか、自分の好きなものを集めたりとか聞いたりすることによってあなたの五感がより一層研ぎ澄まされていくっていうことが言われています。推しにまつわるグッズなどを手に入れる方もいるかもしれません。近々たくさん買って身の回りに置いたりとか、もうすでにグッズに囲まれているお部屋を作っている方もいるかもしれない。それすごくいいよっていう風に言われていますね。はい。で、期待に胸弾ませてこれからの未来ね大切にしていってねって。ただしこの欲張りすぎたりとか、あとみんなでシェアすることっていうのがアドバイスとして入っているので、自分だけのものっていう風になってしまうとそこちょっと開運しづらくなってくるので、確かに自分だけのものにしたいことはすごくあるんだけれども、今は、少しずつみんなに分け与えていったりとか、シェアすること、情報とか推しのことで情報交換したりとか、話し合うコミュニケーションの場を持ったりとか参加することも今はすごく良い刺激になるんじゃないかなっていうふうに言われています。そして推し様との間においても嬉しいことがあるので、新しく始まっていくことやり取り、例えば推しのファンサイトが始まっていきますとか、推しのコミュニケーションの仕方が変わっていくのかもしれません。そこにあなたが乗っていくような形、そして推し様との間で今相性がすごく良い時っていう風に出ているので、推しの配信でコメントしたら拾ってもらえるとか、このタイミングもとてもいいと思いますね。はい、このあたりも見ていきましょう。ただね、その推しはやはりこのバランスっていうのを捉えている、一番に考えているところがあるので、ここもねバランスのカードが出てきているので、あなたが自分だけ特別扱いしてほしいとかっていうようなお気持ちも芽生えていると思うんですね。でもそれが推しが自分だけ特別扱いしてくれないとかっていうところがちょっとあるかなとは思うんですね。でもこの推し様っていうのは全てのファンにとって平等に自分の気持ちや思いが伝わるようにっていうような活動をしていると思うんですね。なので分かるところもある、理解しているところもある、だけど本心って言ってしまえばやっぱり自分だけ見てほしいとか、自分だけのものにしたいとか、そういうことも出てきてるんですけど、このあたりのね兼ね合いですよねがうまくできればいいんじゃないかなと思うんですね。ただそれ以上にね嬉しいことっていうのがこの近未来あると思います。では、どんなことがあるのかっていうのもオラクルカードを出していますので、こちらからも見ていきましょう。まずはデイジー純潔というカードと、シャドウキャットからは、ギフト嬉しい、もらう喜びということで、ギフト待ってるよっていう風に言われていますね。嬉しいことが近未来本当にサプライズ的なことでありそう。それは推しに近づく大きなチャンスだったりとか、推しからの発表かもしれません。ファンとのコミュニティをもっと濃厚にしようと思ってこういう時間設けましたとか、そういう発表があるのかもしれません。すごく嬉しいことだよって、純粋に喜ばしいことだよっていうことですねがありそうで、このカードが出てくるっていうことはもう間もなくあなたが手にするんだよとか感じ取るんだよっていうことも言われているので、ぜひこのギフトを受け取ってってね、プレゼントですよね、受け取ってねっていうふうに言われていますね。はい、あなたとお日様の関係は今まさに新しいステージへ進もうとしているところです。その未来にはどんな出来事が待っているのか、それはあなたのもとにもらう喜びが訪れます。それは運命があなたにふさわしいものを与えようとしているというサインです。まるで軽やかな足取りでギフトを明けに向かっているこの猫のように、あなたも自然と愛、称賛、成功などの素晴らしい贈り物を受け取ることになるでしょう。もしかすると推しから特別な言葉やアクションをもらうことがあるかもしれません。しかしここで大切なのは素直に受け取ることです。
あなたは今まで自分よりも誰かを優先してしまったり、自分のことを後回しにしてきたのではないでしょうか。これからは私なんてと遠慮せずに与えられた愛やチャンスをしっかり受け取っていきましょう。運命はあなたがもらう準備ができた時に必要なものを運んできてくれます。またあなたの純潔さも未来を明るくする鍵となります。あなたの一途でまっすぐな愛というのは誰かの心を深く動かし、特別な関係を生み出します。その誰かの心というのはお師様の心なんじゃないかなと思います。近い未来、あなたのこの純真な思いが報われる瞬間が訪れると思います。ではお日様から見たあなたってどんな風に映ってるのっていう風に見ていきます。魅力開花っていうカードも出てきているので、あなたの魅力がより一層お日様に伝わっていく時が間もなくやってくるんじゃないかなと思っています。まずは、このデイリーリチュアルのオラクルから1枚見ていきます。これは自分自身への慈しみを表すカードなんですね。お日様から見たあなたの印象です。あなたは誰かを思いやるときは惜しみなく愛や優しさを注いでいきますよね。でもその愛や優しさを自分自身に向けることが実は苦手なのではないでしょうか。推しはあなたの温かさや思いやりをとても尊敬しています。けれど同時にもっと自分自身にも優しくしてほしいと思っているようです。あなたが自己否定をしたり自分を責めすぎたりするとき、推しはそんな風に思わなくていいのにと感じています。あなたの魅力は周りの人だけではなくて自分にも愛を向けることでさらに輝いていきます。私はダメだ、まだ足りないのではなく、私は十分に素晴らしいと認めることがあなたの未来をより良いものにしていきます。自分をぎゅっと抱きしめて、あなたは十分に魅力のある存在で、これからその魅力がさらに花開いていく。どうすればいいのかって言ったら、素直に受け取ることと純粋に思い続けること、そしてその思い続けている気持ちを自分にも向けてあげること、自分にも受け入れてあげましょう。自分が受け取っていいんだよって自分自身に愛情を向ける。そうすることでより一層輝くよっていう風に言われています。はい、ではあとこちら残された2枚のカードからラッキーナンバーとラッキーカラー、そしてお日様が今あなたに伝えたいメッセージということでもらっていきましょう。ではまずトランプの方からラッキーナンバーです。ラッキーナンバーは1番です。1のつく日や1のつく時間ですね。幸運のチャンスが訪れると思います。そしてこちらラッキーカラーはカーキです。ステラビームカルサイト最高のタイミングというカードです。こちらからお日様が伝えたいメッセージも合わせてお伝えしていきます。まず最高のタイミングは必ずやってくる。あなたがずっと願っていたことが今現実になろうとしています。もっと早く進みたい。本当に叶うの？そんな不安や焦りを感じることもあるかもしれません。でも推しは信じて待っていてほしいと伝えています。人生にはそれぞれの願いが最適なタイミングで叶うという法則があります。今のあなたに必要なのは焦らず信じて前を向くこと。もしどうしても気になってしまうという時は深呼吸をしてみましょう。リラックスするとふとした瞬間に最良の選択が見えてくることがあります。願いが叶うことを信じ、今を大切に過ごすこと、それが未来をより良いものにする秘訣です。お日様が伝えたいことは最高のタイミングが必ずやってくる。それまで信じて待っていてほしいでした。ではラッキーカラーのカーキというのは安定、忍耐、着実な前進を象徴する色です。あなたの願いが形になるまでの道のりを焦らずにしっかりと歩んでいく力を与えてくれます。カーキのアイテムを身につけたり、この色の服を取り入れることで心の落ち着きと前向きなエネルギーを得ることができます。ラッキーナンバーは1番です。1は始まり、リーダーシップ、自己信頼を意味する数字です。あなたは新しいステージに進む準備ができています。もし迷った時は、私は自分の未来を信じてもいいんだと思い出してください。
そうすることで運命の流れが良い方向へと動き始めていきます。はい、ということで嬉しいギフトが近々訪れる、はい、ということですね。そしてできれば情報だったりこの嬉しい気持ちっていうのをファン同士でシェアすること、お裾分けすることっていうのもおすすめのアクション。そして自分自身を愛すること、自分にも推しに対してと同じぐらいの分量の愛情を割いてあげること、これが幸運へのヒントです。ではお選びいただいたオラクルカード、こちらからのメッセージです。これは洗練された美しさを表します。あなたは優雅さ、上品さ、気品を持つ人です。それは見た目の美しさだけではなくて内面的な魅力にも通じるものがあります。推しはあなたの知性、優しさ、芯の強さに惹かれています。そしてそれはあなた自身がもっと自信を持つべきものでもあるんです。これからは私が特別な存在なんだと自分を認めることが大切。そうすればあなたの魅力はさらに開花していき、理想の未来が近づいてくるでしょう。あなたの未来にはもらう喜びがたくさん待っています。推しからの特別な思いもこれからどんどんと形になっていくでしょう。そのために自己肯定感を高めて自分自身をもっと大切にすることが重要になってきます。あなたはすでに魅力的で愛される価値のある人。焦らず最高のタイミングを信じて進んでください。そうすれば推しとの未来は今よりもっと幸せなものへと変わっていくでしょう。はい、今回は推し活シリーズ、推し様との間に起こる近未来に起こってくる嬉しい出来事と、推し様が今抱いているあなたの印象、今伝えたいメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングはいかがだったでしょうか。推し活シリーズ、近未来に起こる推し様との間に起こる嬉しい出来事、そして推し様が今感じているあなたへの印象と今伝えたいメッセージをお届けしていきました。はい、で今回はこちらのタロットカードから3択占いを行っていこうと思います。でそしてこちらに加えて、こちらですね、アストロロジカルオラクルカード、こちらからも3択でプラスで合わせてメッセージをもらっていこうと思います。まずはタロットカードからです。今その自分から推し様にアプローチしていくためにはどういうことをしていけばいいのかなっていうことでメッセージをもらっていこうと思います。さあ今回は久しぶりに選択肢のカードで使いました。クイーンオブヒップホップのカードです。歴代のヒップホップのクイーンたちが揃っていますが、皆様どなたをお選びいただいたでしょうか。はい、そして選択肢のオラクルカードに合わせてタロットもカラフルなものを選んでみました。そしてではこの3枚に加えてこちらのアストロロジカルのオラクルカードも出していきます。選択肢とはまた別に左、真ん中、右とお選びください。はい、ではこちらで見ていきましょう。今回ね2枚セットといういつもより豪華バージョンでお届けしていきます。はい、お選びいただいたでしょうか。では左の方から見ていきましょう。はい、まずはタロット、どんなアプローチをしていけばいいのっていうことでペンタクルのキングのカードです。
まず落ち着いてゆっくりとお日様を応援していく、その姿勢を変わらずに持ってねって、あまり大きな変化はしなくても大丈夫、大きなチェンジはしなくてもいいので、いつも通りどしっと構えていて応援する、いつものあなたの応援スタイルで、そして最近なかなか応援できていないとか、また逆にいつも以上に応援しすぎていたとか投稿しすぎていたなっていう風に一回振り返ってみて、そのバランスを見てどっちかなっていうことを見て、特に問題なければいつも通りで大丈夫。いや最近焦りすぎていたなっていう風に気がついた方は、一旦ペースを落としてゆっくりと関係性を育んでいくことがすごく大切です。そしてこのペンタクルキングから見る限りだと、今のそのあなたの持ち味を最大限に生かしていると思うので、今のままで大丈夫っていう風なメッセージが伝わってくるんですが、なんかねそんなに焦っているようにも感じないですし、どうでしょうはい、ということでこういう結果になってるんですが、あとは間もなく嬉しいことが訪れると思いますから、そうですね、あと推し活ですよね。推し活だと情報を収集することとか、あとそこから精査することですね。何がこの自分を豊かにしてくれる情報かどうかっていうことをチェックすることが大切です。お日様からのメッセージだけを受け取ろうとか、いろんなその SNS でのこの情報の行き来があると思うので、自分にとって必要なものとそうでないものを分けていく作業っていうのもいいと思います。ではこちらのカードからは、牡牛座のカードですね。五感を表しています。あとやっぱり持っているものを豊かにしていくとか、自分の好きで自分の周りを囲んでいくこと、それによって今あなたが満たされるんじゃないかなっていうことだし、お日様へのアプローチ方法なので、自分の五感を使ったアプローチをする。あなたが多分五感の鋭い方とか美的センスのある方だと思うので、自分が美しいと思ったものとか美味しいと思ったもの、それをお日様に伝えたい、シェアしたいと思うものを投稿したりとか、写真付きで投稿するとか、あとは推しグッズで自分の身の回りを囲ってそれを投稿したりとか、お日様に伝えるっていうこともいいと思います。あなたのセンスある方だから、それをそのままそのアプローチしていくことを乗せていくことがいいんじゃないかなと思うんですね。そして牡牛座っていうのは喉の部分を表しているので、イコールトーク、喋りだったりもすると思う。なので自分が歌ってみるとか、話して伝えてみる、文章に載せてみるっていうこともいいと思うんですね。あなたらしくゆったりと構えている、優雅に構えているのが一番のアプローチ方法かなと思いました。今回ね、色濃く出てきているかなと思います。では真ん中をお選びいただいた方です。まず真ん中のカードはワンドの6番です。これは純粋に勝利を表していますね。夏ぐらいまでの間ですね、今これをリアルタイムでご覧いただいている方っていうのは、今年の夏ぐらいの間にあなたが一つ結果を残すようなことだったり、嬉しい出来事っていうのもあると思います。推しが自分のところにやってくる、例えばライブで近くにいるとかかもしれないですね。お日様が会いに来てくれる、自分の地元で開催するとかかもしれません。で加えてこちらのカードが、ウラヌス、天王星のカードですね。大きな変化がやってくるかも。天王星っていうのは変化、変革とか、そういうね、なんか突然変わっていくことっていうのも表しているんですね。なのでいきなり変わってちょっとびっくりしちゃうかもしれない。だけどあなたはそれに乗って勝利をつかみ取ることができるよっていうことなので、この変化をうまくあなたはつかみて自分のものにしていけるんだと思います。何かしら変わっていくことがあると思うんだけど、自分の方からその波に乗って積極的に動いてみて、アプローチしてみてっていうことですね。あとお日様に、コメントする、話しかけるっていうのがいいと思うんですね。どうでしょう、お日様で、ブログをやっていたりとか、配信をしていたりとか、ファンクラブを開設していたりとか、なんか媒体があると思うんですよ。 X されていたりとか、インスタやっていたりとか、その媒体上であなたがコメントを残したりとか、積極的にアプローチすることによって、そして今までとは少し変わった変化球を投げてみることによって、それがお日様に良い感じで伝わっていくよっていうのも言われています。変化を起こすこと、アクションにすることっていうことです。では右をお選びいただいた方です。ペンタクルエースのカードですね。ということは、あなたにとって
とっても大切とか貴重な時間とかチャンスっていうものを受け取るタイミングがやってくる。そしてそれを受け取ることによって自分の自信につながるとか、自分の基盤がより一層強くなるっていうことが言われているから、ぜひ今受け取って何をっていうところですよね。そして太陽のカードですね。すごく明るいカード、力強いカードですね。今この太陽のエネルギーをもらってあなたが成功をつかんでっていうことで、今推しに対してこうアプローチしたい、これを届けたい、これを見せたいっていう具体的なものがあるんじゃないかなと思うんですね。それをぜひ伝えてって、そしたら帰ってくるものあるよって、照らされて帰ってくるものがあるから、それを受け取ってねって、より一層豊かなものになってあなたの元へ帰ってくる。ぜひ今ね、あなたが動いていってその結果を受け取る時だよっていう風に言われていますね。過去がある。過去だって守られているなとか、幸運だな、ラッキーだなって思うようなことがあるっていう風に言われてるから、そこに今自分が乗って届けていくタイミングだから、受け取るものもあるんだけど、それは自分が送ったから帰ってくるんだっていう風に意識してねっていう風に入ってくるんですね。今自分がこれを届けたいとか、あと推しそのものが自分にとっては輝きなんですって、太陽なんですっていう風に思ってる方もいると思う。だとしたらその推しに対して感謝の気持ちを伝えるってことですよね。いつも自分のことを照らしてくれて元気にしてくれてありがとうっていうことをコメントに残してみるとか、勇気を出して形に残すことによって返ってくるものがあるよっていう風に言われているので、ぜひそれを参考にしてください。今回は推し活シリーズということで、プチ3択占い含めて最後までお楽しみいただけたでしょうか。もしよかったよっていう方は高評価など、そしてコメントもいただけると大変励みになります。ぜひコメント残していってください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。